ロードバイクはコスパ命。どうもこんにちは、コスパチャンネルです。今回はルーモスウルトラというめちゃくちゃ面白いヘルメットを購入したので、実際に使ってみたメリットとデメリットを紹介していきたいと思います。もう普通のヘルメットは正直飽きてきた人、ちょっと変わった珍しいヘルメットが欲しいなと思っている方、ちょうどルーモスウルトラ買おうか検討していた方にとって参考になるかと思いますので、ぜひとも最後までご覧ください。そして僕なりにこのヘルメットがどういう人に向いているのかも合わせて説明させていただきます。それでは詳細に移る前に実際に使ってみて僕が感じたことをまずは結論からお話していきたいと思います。結論、万人にはお勧めできない。でもハマる人にはハマる。お勧めできる人はご友人や仲間内でグループライドを良くする人、通勤通学などで夜暗い道を走らざるを得ない人、普段着に似合うおしゃれなヘルメットが欲しい人、こういう人にとっては間違いなく新体験ができて、なおかつコスパのいいヘルメットと言えると思います。そして皆さんが気になるおすすめできない人、おすすめできない人は一言で言うとガチ勢の人です。レース志向の人、300キロとか600キロみたいなブルベをよくされる方、平坦路をエアロポジションでゴリゴリ飛ばして走りたい人、残念ながらルーモスウルトラ正直あんまりお勧めしません。じゃあね、今回はそう思った理由とメリットデメリットについて忖度なく紹介していきたいと思います。それではルーモスウルトラのメリットについて説明していきます。メリットは全部で4つあります。メリットその1、デザインがめちゃくちゃかっこいいこと。メリットその2、視認性が高いのでより安全につながること。メリットその3、ミップスに対応していること。メリットその4、コスパがいいこと。以上の4点となります。順番に1つずつ説明していきます。まずその1のデザインがめっちゃかっこいいこと。見てください、このデザイン。めちゃくちゃミニマルでかっこよくないですか？空力を意識したような流れるようなデザインで、後ろの感じなんかはまるでスポーツカーの後ろ姿みたいで非常にスポーティーなデザインでかっこいいと思います。デザインなんてね、人それぞれ好みがあるかと思いますが、個人的にはめちゃくちゃ好きです。これならロードバイクにサイクルジャージのいつもの格好はもちろんですけども、クロスバイクとか e バイクとか普段着スタイルで合わせてみても違和感なく合いそうですよね。こういうデザインに一目惚れして買うっていうのも気に入って長く使う上では非常に大事なポイントだと思います。色は3色展開で黒と白とライムカラーがありますね。僕は白を購入しました。はい、続いてメリット2つ目はライトが一体となっているので視認性が高いことですね。このヘルメットの最大の特徴といえるのは何といってもヘルメットにライトが内蔵されていることですね。このように前方部分にはフロントライトがあって後ろにはリアライトが2つ左右についています。ヘルメットの後ろにあるこちらのスイッチを押すことで電源がオンとなり、このようにライトがつくようになっています。ヘルメットにね、まさかフロントライトとリアライトを一体化してしまったというなかなか見かけない面白いデザインになっています。なのでヘルメットにはバッテリーが内蔵されてて、このように走る前にはヘルメットを充電することになります。これまたなかなか面白い光景ですよね。そして地味に嬉しいのが充電端子が USB Type-C になっていることです。もうね、正直ロードバイク系の電子デバイスみんなマイクロ USB なんですけど、今後はぜひとも全部 USB Type-C に統一してほしいですね。もちろん防水にも対応してますので急に雨が降ってきても安心です。そしてヘルメットにライトがついていることで何が嬉しいかというと、こういうハンドルバーにつける普通のフロントライトより高い位置から照らすことができるようになります。これによってより周りの人から自分の存在を示すことができるんですね。なので通勤とか通学とか夜どうしても暗い道を走らないといけない人とか街中をよく走る人なんかは今までよりも確実に安全に走ることができると思います。ただし注意しないといけないのは、このフロントライトは一般的なフロントライトと比べてそこまで明るくないんですよね。比べてみるとこんな感じでヘルメットのライトだけでは道をしっかりと照らすことはできません。なので夜暗い道を走るときは必ず別で普通のフロントライトを用意する必要があります。フロントライトを完全にヘルメットで一体にして一つで賄えますよっていうものではないので注意が必要です。ヘルメットのフロントライトはあくまで自分の存在をアピールする補助灯だと思ってもらった方がいいと思います。そしてこちらのリアライトについても紹介していきます。リアライトはフロントライトと違ってただくっつけただけじゃありません。付属のこのリモコンを押すことでなんとこんな感じでウインカーになるんですよね。そしてもう一度押すと元に戻ります。地味にすごいのが車みたいにちゃんと赤色から黄色に変わって点滅してくれるんですよ。まるでバイクのウインカーみたいです。このウインカーがあることで何が嬉しいかというと、後ろの人に対して次自分がどっちに曲がりたいのか
より鮮明に伝えることができます。グループライドなんかをね、していると、よくね、ハンドサインしますよね。もちろんハンドサインでも十分伝えることはできますが、ウインカーをつけることで、より後続の人に対してはっきりと進行方向を伝えることができます。明るさや点滅パターンはルーモスのオリジナルアプリから変更することができます。Bluetooth でヘルメットをスマホと連携して、アプリからライトの明るさや点滅パターンを変更することができるんですね。ついにヘルメットもサイコンと同じようにスマホと連携する時代来ましたね。アプリと連携することでどういう点滅パターンにするかとかいろいろ変えることができるんです。こんな感じでパターン1は点灯にしていますが、パターン2にすると点滅するとか、パターン3にするとバッテリー消費をなるべく抑えるようなパターンにするなど、いろいろ変えることができます。バッテリー持ちについては明るさやフラッシュパターンにもよりますが、4時間から10時間ほど持つことができます。なので100キロのロングライドとかだったら6、7時間ぐらいは走ることになるので、フルフルで使った場合ね、ちょっと足りなくなるかもしれません。通勤や通学で片道10キロぐらいの人だったら十分すぎるぐらい電池持ちは持ちそうですね。そして3つ目のメリットです。それは MIPS に対応していることですね。MIPS っていうのはマルチダイレクションインパクトプロテクションシステムの略です。一言で言うと、ぶつかった時の脳へのダメージを少なくする対衝撃構造になっているってことです。最近ではジロとかスペシャライズド、ベルなど有名メーカーがこぞって採用してきてますね。この MIPS がちゃんと備わっています。これがあれば万が一事故した時でも頭に加わる衝撃を和らげてくれるので、非常にありがたい機能だと思います。そして最後4つ目のメリット、それはコスパがいいことですね。先ほど紹介したライトやウインカー一体機能に加え、さらに MIPS も対応している。それにもかかわらず割と価格が手頃なんですね。こちら金額は Amazon で 17,980 円で購入することができます。普通のヘルメットの場合は単品だけでもこのぐらいの価格はするものはあると思いますが、これに追加でフロントライトとリアライトを別で買ったらプラス5000円とかしちゃいますよね。そう考えるとお得感はあるかと思います。参考に Amazon のリンクを概要欄に載せておきます。はい、以上がルーモスウルトラのメリットについての紹介でした。ではこれからデメリットについて紹介していきます。デメリットは全部で4つ、なかなかヘビーなデメリットがあります。デメリットその1、重いこと。デメリットその2、ML サイズは MIPS に非対応なこと。デメリット3、JCF には公認されていないこと。デメリット4、アジアンフィットがないこと。結構デメリットありますね。一つずつ解説していきたいと思います。デメリットその1、それは重いことですね。こちら重量がカタログ値で 370g あります。ロードバイク用のヘルメットってだいたい 200g から 300g ぐらいと言われています。それに対してルーモスウルトラの重量は 370g とちょっと重めなんですよね。そして実際に測ってみると実測では 387g とカタログ値よりも 17g 重かったです。僕は今まで OG 系兜のヘルメットをかぶってて、そっちは重量が 220g だったので、そこからすると 170g 重くなってるんですよね。170g っていうと、昔使ってた iPhone6 Plus がちょうど 170g なので、頭に追加で iPhone 乗っけてんのと同じぐらい重くなってます。じゃあね、重いと本当にどうなのか実際にかぶって120キロほど走ってみました。これはね、人それぞれ感じ方違うと思うので、参考に聞いていただけると幸いです。重いっていう先入観を持って走ったんですけど、僕の感想としては意外と最初の50キロぐらいは全然余裕で走れましたね。言われてみればちょっと重いなって感じるものの、50キロぐらいの距離だったら全然疲れる感じはなかったですね。疲れるなって感じ始めたのは100キロを超えたぐらいからですね。首や肩がいつもより凝るような感覚になりました。370g って聞くとめちゃくちゃ重そうに聞こえるじゃないですか。でもね、思ったのは意外とね、いけるなっていうのが僕の感想ですね。重いは重いんですけど、首に負担がかからないような工夫がされてるんじゃないかなと思いました。370g って聞くとめっちゃ重そうに聞こえますけど、全体的に重いわけじゃなくて、重い部分が後ろら辺に偏ってるんですよね。ヘルメットって頭に乗っかってるわけなんで、頭全体で考えたくなりますけど、その頭を支えてるのって首や肩ですよね。もし仮に首から遠いおでこの部分とかが重かったら首にかかる負担って大きくなると思うんです。でもルーモスウルトラの場合は重い部分がヘルメットの後ろ、つまり首に近いところが集中的に重くなってるので、首にかかる負担を多少和らげてくれるようになってるんじゃないかなと思いました。こんな感じで棒の上にヘルメットを乗っけてみると分かります。明らかにね、重心が後ろの方に偏ってるんですよ。多分後ろら辺にバッテリーとか重たい部品を乗っけてるんだと思います。とはいえね、絶対的に重いには変わりないんで、
レースやる人はもちろん100キロ超えの長い距離を乗る方やゴリゴリエアロポジションを取った姿勢で乗る人はちょっときついかなと思いました。通勤とか走ってもせいぜい片道20キロとか、ロングライドでも、休憩中にちょくちょくヘルメット外して休憩するような走り方をする方だったら問題ないんじゃないかなと思います。はい、続いてデメリットその2は ML サイズはミップス非対応ってことですね。ルーモスのヘルメットは ML サイズと XL サイズがありますが、先ほど紹介したミップスに対応しているのは XL だけなんですね。ML サイズの方はこの動画を撮影している現在、ミップスには対応してないので注意が必要です。僕は ML サイズなので残念ながら非対応でした。ただ ML サイズも近日発売される予定だとのことなので、ミップスが欲しい場合はちょっと待った方がいいと思います。というのも本国のルーモスのサイトに行ってみると ML サイズのミップスが普通に販売されてるんですよね。日本で ML サイズを買うとなると、ミップスに非対応とはいえ一応ヘルメットの安全規格として一般的な CPSC EN1078 といった欧米系の安全規格は満足しています。そして若干嬉しいのは ML サイズはミップス非対応な代わりに金額が 14,980 円とミップス対応の XL サイズと比べて3000円安く買うことができます。デメリット3つ目は JCF 非公認ってことですね。この時点でレース用にヘルメットが欲しい人は完全に選択肢から外れると思います。JCF っていうのは日本自転車競技連盟が出している安全規格のことです。ロードバイクのレースに出るときはこの JCF に公認されているヘルメットしか使用できないという決まりがあります。そもそもレースには出ないとか、レース用は別で持ってるからいいよっていう人は気にすることはないかと思いますが、レース用でこのヘルメットが欲しい方はマッチしないと思います。最後、デメリット4つ目はアジアンフィットに対応してないことですね。アジアンフィットしか無理っていう頭の人はちょっと厳しいです。僕が以前使っていた OGK カブトの被り心地と比べるとかなり違ってますね。ルーモスのヘルメットには他にもキックスタートっていうモデルもあるんですけど、そっちにはアジアンフィットがあります。なのでブランド自体アジアンフィット非対応のブランドではないと思うんですけど、現状ルーモスウルトラにはアジアンフィットがないので注意が必要です。はい、以上4つがデメリットとなりました。それでは最後にまとめとしてこのルーモスウルトラが向いてる人と向いてない人をまとめていきたいと思います。まず向いている人、よく暗い道を走る人、通勤通学や普段着で使いたい人、100キロぐらいのグループライドをよくする人、頭の高さに取り付けられたライトは普通のライト以上に視認性を高めてくれます。夜や朝など暗い道を走らざるを得ない通勤で乗る人、またロードバイクは乗るんだけどレースに出るつもりはない、それよりもとにかくかっこよくて面白いヘルメットが純粋に欲しい人、グループライドの先頭に立って後ろの人によりはっきりと曲がる方向を伝えたい人、こういう人にはおすすめだと思います。続いて逆におすすめしない人、一言で言うとガチ勢の人、レースに出たい人、ブルベなど長距離を走る人、こういう人には向いてないんじゃないかなと思います。レースなどコンマ1秒のタイムを狙う世界において重量はめちゃくちゃ重要です。そしてそもそも JCF 非公認でレースには使えないのと、レースシーンでライトをつけることは用途に合っていません。ブルベをやる人はとにかく持久力勝負です。重たいヘルメットは100キロを超えたあたりから疲労を生んでしまいます。シンプルにライトを2つ持っていきましょう。以上がルーモスウルトラのまとめとなります。はい、本日の動画はいかがでしたでしょうか。このチャンネルではロードバイクに関するコスパのいい商品の紹介や新体験を感じられるパーツの紹介、ロードバイクを安く買う方法を紹介しています。もし興味のある方は他の動画も参考にしてみてください。またこの動画がいいなと思った方だけでいいので高評価、チャンネル登録いただけると大変嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。